皆さんこんにちは。還暦ガレージにようこそ。今日はですね、ガレージを飛び出して今乗っているスズキのジムニーで外にやってきました。でこの車ですね、最近買った車なんで走行距離が15万キロで、登録がですね平成の10年ということで、およそもう24年ぐらい前の車になります。皆さんですね、こういう古くって仮走行の車を買うとまともに走れるのかというふうな感想をお持ちじゃないかなと思うんですけども、その辺のところをですね、今日はちょっとお話をさせていただきたいなと思います。実際にこの車を買う前のジムニーの印象っていうのは、もう古いジムニーだとですね、もう結構車体が傷んでて、こう車自体がガタガタいったりとかですね、乗り心地なんかは相当悪いんじゃないかなっていうことで、あまり期待はしてなかったんです、正直。で実際にこの車はどうかというと、どれだけメンテナンスをしていたかによって車の状態っていうのはかなり変わってくるとは思います。でこの車がどのぐらいその整備されていたかというと、少し残念なことにですね、手に入れた時はかなりオイル漏れもしてましたし、今現在もちょっと、シフトの方はですね問題を抱えているような状態です。ですからそんなにまめに整備をされた車ではないんですけども、じゃあこの車がですね日常の足に使えないかというと全然そんなことがなくって、ちゃんと走ってくれるんです。で意外とですね、もっと乗り心地が悪いんじゃないかなと思ってたのが、このシート、純正のシートがよくってですね、乗り心地も全然不満はなくって快適なんですよ。こちらがそのシートですね。これそれとこの車って重さが 1.2 トンぐらいあるんですよね。だからいくらターボがついててもその重量が重いので遅いんじゃないかなっていう感じはしたんですけども、意外とですねこれもターボのおかげで日常に使ってて困ることはないですね。速い車かと言われると決しては速くないですけど、遅くって流れに乗れないかというとそういうことも全くなくってですね、普通に流れの中に走っていって問題はないですね。あと通勤なんかにやっぱり使ってみていいなと思ったのは、目線が高いので、渋滞なんかだと目線の低い車だと前の車しか見えないので、渋滞の先の状況が全くわからないので、結構これがストレスでイライラするんですよね。前の車だけが遅いのか渋滞しているのかってわからない場合があるので、これだとですね前の前方が見渡せるので、渋滞に対してのストレスが少し軽減されます。やっぱりジムニーですから、一番重宝したのは年末に雪が降って、私が住んでいるところっていうのは基本的にあんまり雪の降らないところなんで、たまに雪が降るともう路上はパニックになるんですよ。1センチの積雪で、大渋滞が起きるっていう、そんなところに住んでるんですけども、年末大きな積雪があって、積雪量はほんの数センチで大したことはないんですけども、突然の雪だとですね、なかなかその、スタッドレスタイヤなんか用意ができてなくって、夏タイヤで走るんですけども、やっぱりその時の四駆っていうのが安心感が全然違うので、その時は本当にジムニーでよかったなっていう気はしたですね。あと夏タイヤなんで、いくら四駆だからといって過信はいけないんですけども、2駆に比べると車の安定が全然違うので、それは本当にたまたま買ったジムニーが良かったなっていうふうな、そういうふうには思いました。それで今もですね結構な上り坂なんかも走ってきたんですけども、もたつくとかそういうこともなくきちっと走ってくれるので、スピードを求める方はこういった車を買わないんで
その辺は気にしないと思うんですけども、日常の足でストレスを感じるような遅さではないですし、ごくごくちゃんと普通に走ってくれるっていうことで、私が最初思ってた多分遅いんじゃないかなとか、こう車がガタガタ言うんじゃないかなとか、乗り心地が悪いんじゃないかなっていうマイナスのイメージはですね、乗ってて払拭されました。ですから24年も前の車で仮走行の車買っても大丈夫ですよとまでは言い切るつもりはないんですけども、意外といけるなと。で最初ちょっと不都合があるって言ったのは、ジムニーの弱点でよく言われているのが、サビとそれとオイル漏れ、それとミッションなんかの弱さがちょっと指摘されると思うんですけども、この車もオイル漏れはもうこれ修理はしましたけども、オイル漏れがありましたし、ミッションはですね2速が特に入りづらいので、今これをですねクラッチを交換しようかとか悩んでるところです。日常に走ってて走れないこともないので、このままだまし行くのかなとか、車には良くないので、とりあえずはそのオイルにミッションオイルに添加剤を入れてですね、ちょっと様子を見てみようかなっていう感じで、使用しています。こういった古い車をもしご購入をお考えの方はですね、試乗してみて、そのミッションの入りがどうなのかとか、実際にご覧になってオイル漏れしてないかとか、その辺の確認をしてですね購入をすると意外といけるんじゃないかなというふうな気はします。で私の場合はですね一切見ずに買ってるので無謀なことをしてるんですけども、それでもですねなんとか日常の足として使うにはいけるなっていう風な感じではありましたですね。最初はね正直そのミッションが入りづらいとかオイル漏れしてるのを見てですね、ってこうちょっと多少は落ち込んだんですけども、少し手を加えていってこう体に馴染んでくるとですね、これはこれでいいんじゃないかなっていう風な気持ちにはなってきたんです。で今ですねどんどんこう山道の方に入ってきたんですけれども、やはりちょっと背が高いっていうのもあるので、横揺れが普通の車に比べるとやっぱりしますね。車酔いなんかされる方が助手席に乗ってると、ちょっと厳しいんかなっていう感じはします。でこれもちょっと個体差なのかジムニー自体がそうなのかっていうのはよく分かりませんが、この車に関して言えばですね、若干その横揺れっていうか、その辺は仕方ないかなっていう気はしてます。今の道もですね結構登ってる道なんですけれども、きちっとコーナーの前でシフトダウンしてあって、それで適切なギアを使ってコーナー立ち上がりを加速をするとですね、もう十分な加速は得られます。何回も言いますけども、決して速いわけではないですけれども、十分な加速は得られるので、こういう山道来ても平気ですね。だいぶ山奥に入ってきました。でちょっとですね今看板見て、残念なことに今日はですねオフロード未舗装路を走ろうと思ってやってきたんですけども、冬季はですねその凍結のために道路が閉鎖されてるみたいなんです。ですからこれひょっとすると未舗装路のところまで行き着かないかもしれません。でこの辺になってくるとだいぶ転積があって、ああいうのを踏むとですね一発でパンクしそうなので、車の運転も少し慎重に行っています。でこういう道は1台で入ってきちゃいけないですよね。何があるかもわからないじゃないですか。ですから本来は2台以上の車でですね入ってくるべき道なんかなとは思ってます。まだ少し雪が残ってますね。けどこの山まで入ってきてですねつくづく感心するのが、日本の道路ってもうほとんど車通らないような道でも舗装はされてるし、ガードレールがきちっとあるんですよね。それがやっぱりすごいなと思いますね。
河原にはまだ雪が残ってます。結構なですね山道まで分け行ってきました。未舗装の道路を走ってその、感想までお話ししたかったんですけども、この先冬季による道路閉鎖されているみたいなので、それに、初心者でもあるので今日はですねもうこの辺にして少し山の方を降りていきたいと思います。かなり山登ってきたんですけども対向車ゼロですだから、何の装備もなしにですね、この山道入ってきていいのかなっていうような感じではあります。それと携帯も確認しましたが圏外ですだからやっぱりこういうところ入ってくるときはですねもうちょっと、装備を整えてっていうか複数の車で来るとかですね、そうしないとあんまり深入りは危ないのかなっていう気はします。今日ですねお伝えできなかった未舗装道路の感想、これについてはですねまた次回にでもお届けしたいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録をしてですねご覧いただければと思います。今日は最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。